折り紙で簡単に作れる立体的な桜の花ですね。こちらの作り方を、ご紹介していきます。それでは作っていきます。まずは2枚の折り紙を重ねて、そして半分に折ります。半分に折ったらさらに半分に折ります。半分に折ったらこれを三角に半分に折ります。折ったらこれを広げて折り紙を1枚だけ抜き取ります。そしたらこれをまた三角に折り直します。もう1枚も同じように折ってください。次に下書きを描いていきます。花びらの半分を描くような感じで大きさ、横幅についてはお好みのサイズのものを作ってみてください。花びらの特徴的な上の切り込みのところは忘れずに描いてください。次にこれをハサミで切ります。ハサミで切りましたら、このうちの1枚を取り出して、この1枚をもう一つの折り紙にこのように当てまして、1枚目を型紙にして、もう1枚の折り紙に下書きを描いていきます。はい、下書きを描きました。これをハサミで切ってください。ハサミで切りましたら、これを広げます。これにより同じものが8枚出来上がります。で、この中のどれでもいいので2枚を選んで、選んだ2枚を半分に折って、また半分に折ります。半分に折ったら、ハサミで大雑把でいいので、こう描くように切ってしまいます。はい、開きます。こんな感じで、歪んでてもいいので、丸を作ります。そしたら、切れ込みを真ん中に向けて1箇所入れます。切れ込みを入れましたら、切れ込みを入れた辺の近くにボンドを塗ります。ボンドを塗ったら反対側の方をこのように重ねて、4分の1のさらに半分程度、半分ですね、半分だけ重ねて、で、貼り付けます。このような感じのものを作ります。次に花びらですね。花びらの方がこのように山折りになっているものもありますので、これをすべて谷折りに直します。こんな感じです。真ん中の折れ目を直したら、この先端の方にボンドを塗ります。ボンドを塗ったら先ほど作ったこちらの円形のもの、これに貼り付けます。このような感じで貼り付けました。これを5枚貼り付けます。5枚貼り付けるとこんな感じのものが出来上がります。でですね、まだこのように2枚残ってますので、折り紙をもう1枚追加して作ることによって、花をもう一つ作ることができます。折り紙をもう1枚使ってもう一つ作りました。そしたら次はおしべの方を作ります。まずはこの紙を半分に切ります。半分に切ったらこのうちの1枚をまた半分に切ります。半分に切ったらこのうちの1枚を使います。まずはこの紙を裏返して半分に折ります。半分に折ったらさらに半分に折ります。折ったらこれに切れ込みを入れます。折れ目側の方から1、2ミリ幅で奥の方を5ミリ程度残して切れ込みを入れていってください。切れ込みを入れたらこれを開きます。開いたら真ん中の部分でハサミで切ります。そしたらこれを丸めます。丸めたら端っこの方をボンドで、貼り付けます。こんな感じですね。ボンドが貼り付いたら切れ込みを入れていない側をハサミでだいたい3ミリ程度切ります。切ったらこの部分をちょっとだけでもいいんで広げます。こんな感じで広げました。これができましたら次は軸の方と葉っぱを作ります。まずはこの折り紙を4分の1サイズに切ります。4分の1に切りましたら、まずはこのうちの1枚を棒状にします。この折り紙を裏返して、そして少し斜めにします。定規を上の方に当てて、折り紙を上に引き上げて、そしてカールさせます。そしたらこれを棒状に丸めていきます。棒状に丸めました。太さにつきましては、花の大きさに合わせて調整してください。今回は5ミリ程度のものを作りました。
次にこの棒を花びらの裏の方に貼り付けるんですが、壁面飾りなど平面のところに貼る場合は、おそらくこうした方が飾りやすいのかもしれないんですが、お好みでですね、これを立てて貼り付けてもいいかと思いますので、飾りのシチュエーションに合わせてやり方を変えてみてください。平面なところに貼るものを前提に作りますと、棒の先端、片方ですね、切れ込みを5ミリ程度入れて、この部分をちょっと広げます。広げたら、ここにボンドを塗ります。中だけではなく、外側の方にも塗って大丈夫です。あとは花びらの裏の尖っている部分、そこから少しずれたようなところですね、ここに貼り付けます。貼り付ける際に、花びらの方もぐっと押して、真ん中を若干潰すような感じにしてもいいと思います。尖ってると貼り付けづらいので。あとはボンドがしっかり貼り付くのを待ちます。平面的ではなく立体的にしたい場合は、上の部分を切って、そしてまっすぐな切れ込みを1回入れて、そして角度を変えて、もう一度入れます。切れ込みを入れたら上の部分を開いて、開いたらボンドを塗ります。ボンドを塗ったら花びらを貼り付けます。そうするとこのような感じの仕上がりになります。ボンドが貼り付いたらおしべを貼り付けます。最後に切れ込みを入れた側、こちらにボンドを塗ります。ボンドを塗ったら真ん中に貼り付けます。ボンドが貼り付くのを待ちます。ボンドが貼り付いたらおしべの方を指で広げてください。こんな感じの見た目になります。そしたら次はですね、この軸が出ているところを作っていきます。まずは折り紙を裏返して、で、半分に折ります。半分やったらまた半分に折ります。さらに三角に半分に折ります。半分に折ったら、ハサミで、トゲを2箇所作るような感じで切っていきます。V 字を作るような感じで切ります。切ったらこれを広げていってください。広げたら、へこんでいる箇所、1箇所から真ん中に向けて切れ込みを入れます。切れ込みを入れたら、切れ込みを入れた辺の近くにボンドを塗ります。ボンドを塗ったら、この塗っていない方を内側に倒して、ぐるりと円錐状になるようにします。こんな感じで、円錐状にしました。で、ボンドを塗ったところを、お好みの位置に貼り付けていただいて、このような感じのものを作ります。トゲトゲしているところが綺麗に重なる必要はありません。重ならない方がいいのかもしれないですね。筒状にしましたら、これを潰します。こんな感じです。これができましたら続きまして鼻の方。鼻の軸がまっすぐなので、これを指で潰してちょっと曲げます。はい、こんな感じです。そしたらこれにボンドを塗って、ボンドを塗ったら差し込んで、貼り付けます。はい、こんな感じですね。お好みで、葉っぱの方を作ってください。葉っぱの方は折り紙を半分に折っていただいて、で、この状態でですね、葉っぱの形に切っていただければと思います。はい、こんな感じです。そしたら、葉っぱの先端とは逆の方ですね。こっちにボンドを塗って、そして先ほど作ったところ、内側の方に、貼ってみてください。はい、貼り付けるとこんな感じの見た目になります。これで完成になります。この動画では、一つの花が一箇所から出ているような感じでご紹介しましたが、実際の桜の花というのは、一箇所からいくつも花びらを、花を咲かせますので、こんな感じの表現がいいのかなと思ってます。これはお好みで作ってみてください。また飾りのシチュエーションに合わせて、このように立体的に作って、そして飾るのもいいのかなと思いますんで、これにつきましても、飾りの用途などに合わせて作り分けていただければと思います。それでは今回はですね、簡単に作れる立体的な桜の花の作り方のご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と動画の高評価もお願いします。